皆さんようこそ、東方研究スクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回はクセモノ揃いの二面ボスたちの意外な豆知識を解説していきますよ。二面ボスといえば、妖怪や、神様、妖精と結構作品でばらついているから楽しみだぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速解説スタートです。さて、まず紹介するのは東方高魔教の二面ボスを務めた、東方の愛されキャラでおなじみチルノですね。高魔教では、チルノ自身は特に関係者にもストーリーにも絡まないただの序盤ボスのはずなのに、高魔教そしてヨーヨームと連続出演をした上に、怪異塚では次期参戦も果たしていて、序盤ボスには珍しく原作での登場頻度はめちゃんこ高いです。さらに、16作目である天空章では、整数ナンバリング作品で初となる妖精の主人公として参戦。さらに、氷の妖精であるにもかかわらず、こんがりと小麦色に日焼けしているもんな。もし日焼けしている理由が気になる方はこちらを見るといいぞ。また、夏を思わせるかのような、ひまわりと朝顔も身にまとっているんですよ。美味しそうですね。どういうこと？髪は水色で、ウェーブがかかったセミショートヘア、また青い瞳が特徴ですよね。背中の羽は大抵は6枚で、大体は青色をしていて、たまに緑の大きなリボンをつけているんですよ。へえ、チルノっておしゃれとか気にしなさそうだけど、結構こだわってるんだな。ちなみに、チルノが人気なのは視聴者の皆さんも知ってると思うのですが、なぜ、ここまで人気になったのかというのは、結構知らない人は多いのではないでしょうか？結論から言うと、古参キャラである上、ネタが多い分扱いやすいため、創作での人気は非常に高いからですね。会員制のウェブサイトのピクシブにおいては、東方キャラでのタグ数はレイムを抜いてなんと1位。しかも東方のみならず、ピクシブ上で使用されている全てのタグに範囲を広げても、単身のキャラクターとしては初音ミク、鏡ねりんに次ぐ全体3位となっているほど。おいおい、チルノ人気すぎるだろ。まさかあいつボーカロイド入りしたのか？いやどうしてそうなる？なぜ、ここまで人気になったかというと推測ではありますが、やはりチルノという知名度があってネタにしやすいキャラクター性が二次創作物で輝いたからでしょうね。なるほどな、確かにチルノって漫画とか描きやすい性格してるもんな。同じ二面ボスのパルスとかだとちょっと難しいもんな。妬ましい。また、ニコニコ動画の稼働以前からおでんパラブガールを筆頭にアレンジ曲が多数作られているので、曲からの人気も伺えますね。またチルノといえば、チルノのパーフェクト算数教室も人気ですよね。こちらは同人サークルイオシスが発売した、同人 CD 東方氷雪歌集に収録されている動画作品。イラスト担当、また動画制作ともに、なんと作者は宇田テトラさんなんですよ。いやすごすぎでしょ。二次創作では、主人公キャラと並ぶほどの登場頻度であり、東方キャラの中で最多のお絵描き個数を誇っているなど、かなりの人気を保持していますね。前回紹介したドット絵だけで28位のもみじもすごいけど、やっぱりネタの宝庫のチルノはさすがだぜ。毎回人気投票でも20位前後をキープしていて、今年はなんとパチュリを抜いて18位。これからのチルノの活躍にも注目だな。本当にその通りですね。真面目な話したからオチが思いつかん。チルノに解説変わってもらえ。さて、次に紹介するのは、東方風神録の二面ボスを務めた影山ひなです。ちなみに、ズンエの中ではトップクラスに好きなデザインです。リボンの結び方もおしゃれだし、愛くるしいめっちゃ可愛い顔してるもんな。彼女は、神様ではあるんですが、普通の神ではなく妖怪の一部で、信仰を求めることはありません。種族は疫病神で、厄払いで払われた厄を集めては、周りに溜め込んでいくことができます。彼女が役も集める理由は、役が彼女の力になるからで、役の負のパワー自体が彼女を動かす原動力なんですよ。そのため、彼女の周りには素人の目で見てもわかるぐらいの役が取り付いているようで、彼女の近くでは、いかなる人間や妖怪でも不幸に遭うようですね。ほうほう、それは恐ろしいな。しかし、彼女自体は決して不幸にはなることはありません。また彼女は、役が再び人間の元に戻らないように見張ってくれているのです。警告を聞かない人間を危険な山に立ち入らせないため、彼女はレイムに私は人間の味方と明言し、マリサには、人間を守るためにも活かせないという胸熱な発言をしています。しかしレイムには妖怪は私の敵、あんたは妖怪と言い切られて、マリサには縁ガチョと言われるちょっぴり悲しい扱いされてますね。東方の主人公って癖ありすぎるだろ。って私たちのお母さんじゃん。そうだよ。東方の主人公のようにクセモノ揃いの幻想郷では珍しく、ひなはめちゃくちゃいい子。近くにいるだけで人間も妖怪も不幸にしますが、悪意はまるでなく、
むしろ人間に対しては友好的な方で、役を溜め込むのも人間に役がいかないようにするため、ちなみに彼女に会ってしまった人間の話では、明るくて人懐っこい性格だったとのこと。全然不幸になってもいいからひなと話してみたいな。わかる。またズン絵の中でもすごく可愛いんで好きです。しかし、彼女に対するタブーが多くあり、見かけても見てないふりをすること、同じ道を歩かないこと、自分から話題に出さないことなど多数ありますね。それを破ると役が降りかかるのです。その場合は、人差し指と中指を交差させて縁がちょと叫ぶ、まじないしかないようです。かまじいにしてもらわないとな。さて、次は東方地雷伝の2面ボスを務めた水橋パルシ。ちなみに、パルシーと勘違いされやすいですが、パルシなので注意してください。彼女は、地上と地下を結ぶ穴の番人で、種族は橋姫。橋姫とは、橋を守る女神のことだぜ。悪霊や外敵を防ぐために、橋のたもとに祀られていた、いわゆる砦の神の一種である男女に神や人柱や水神信仰などが集合したものと考えられています。地方によって伝承は、様々で性質も多少異なりますね。最も有名なのが宇治の橋姫で、他の女に夫を奪われた女が憎悪と殺意のあまりに宇治川に身を浸し、生きながらに鬼になり恨みを晴らしたという伝説があるんですよ。それは妬ましいですな。そして、さっきから妬ましいという単語が出てくるんですが、これは彼女の代名詞ですね。あやからは、あまりにも妬ましいを連呼しているためゲイだと思われています。性格は、非常に嫉妬深い性格ですね。直接話している時は意外に明るく普通に感じますが、心の中では穏やかではないようですね。彼女の嫉妬は理不尽であり、自分より幸福なものにはもちろん、自分より不幸な相手に対してさえも嫉妬するほど。いやどうして自分より不幸だからって妬むんだよ。とはいえ、仲間は結構多くいるようですよ。能力も正確に合ったような嫉妬心を操る程度の能力。嫉妬が嫉妬を呼ぶことで、他の人の嫉妬心を煽ることができます。これで、クリスマスのイチャイチャカップルの関係をかき乱すことができそうでゲスな霊夢さん妖怪より妖怪になってますよ。冗談はさておき、地上と地下を行き来する者を見守る守護神的存在なのですよ。嫉妬深い性格の所為で通行者にちょっかいをかけてくることもありますね。楽しそうにしている奴は気に食わないらしく、ずんし曰く心の病んだ妖怪。東方キャラでは珍しく、頭に飾りはつけていませんが、耳は先の尖ったいわゆるエルフ耳であるように見えますね。エルフ耳の東方キャラはパルシだけであると思われていましたが、ダブルスポイラーの社名丸綾と姫街道旗手も、エルフ耳であるように見えますね。妬ましい。そんな彼女ですが、基本的に守護神のような存在と呼ばれるように、本来の性格は親切で優しい性格なんですよ。実際東方外来編のクロスレビューでも、霊夢やマリサからの人物評価は良くないですが、心を読める悟りだけは周囲のものを妬んでいるけれど、心の奥底では、みんなへの尊敬や憧れをちゃんと持っている、みんなが思っているよりもずっと優しい子、と評しています。さて、オチが思いつかないのでパルシはここまでにして次行きましょうか。いやここ妬ましいのチャンスだったよ。ではでは、ラストは東方精錬戦の2面ボスを務めたタタラコ傘です。もともとはただの忘れ傘だったのですが、ナスの用と言われるほど不気味な紫色をしていたため、不人気で誰にも拾われず、雨風に飛ばされているうちに妖怪になったものですね。サナエにはそのまんまナスと言われているしな。不気味な配色のせいで、誰にも拾ってもらえなかった忘れ傘が妖怪化したもので、周囲からはつくも神と認識されています。作中イラストでは左右の目の色が異なっているのが特徴ですよね。人を驚かせる程度の能力を持ち、人を驚かせることを生きがいにしていますが、最近は誰も妖怪に驚いてくれないことに悩んでいます。とはいえ、その驚かし方が原因で、出会って少し会話した後に恨めしやと言って驚かそうとしたり、子供騙しレベルの驚かせ方なんですよね。本人曰く心を食べる妖怪。人を驚かし、それで腹を満たすタイプの妖怪らしいです。ですが幻想郷の非常識に慣れた人間は誰も驚いてくれず、驚かし方も下手なため、大変な思いをしています。現在はベビーシッターを自称し、東に泣いている子供がいれば脅かしてあやし、西に笑っている子供がいれば、脅かして泣かして回っているとのこと。どうやら外の世界には、傘で空を飛ぶベビーシッターがいると聞いて行っているらしく、本人は道具が人間に合わせて変わっていくという、新しいつくも神の生き方を模索して行動しているようですね。傘で空を飛ぶベビーシッターとは、ウォルト・ディズニー・カンパニーが制作したミュージカル映画のメリー・ポピンズのことだな。小傘は、驚かすだけでわざわざ人間を襲ったり食らったりすることはないらしく、ベビーシッターをしようとするところを見ると、かなり性格のいい妖怪だと思われますね。
結果的に不憫な一面となる様が書かれることも多いですが、作中ではその明るい表情の豊かさに加え、新しい物事にトライしていく様子や行動的なひたむきさも語られるなど、そのキャラクター性は原作者や各作画担当者に愛されているようですね。さて、今回はここまでにします。視聴者さんの好きな2面ボスのキャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。